世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はいたかと申します。今週はですね、以前から言ってました講談社内でのテストプレイ会に向けた作業が一通り完了しましたので、正式にね、テストプレイの依頼を出しました。後の段取りに関してはね、担当編集の方が、全て責任持ってやってくれるんですけど、今回のテストプレイではね、基礎的な戦闘の部分、ベーシックなところですね、を中心にプレイしてもらうことになってます。武器を用いた攻防の切り結びであったり、左上連撃やジャストパリーといった攻撃の方向を意識することによって戦闘が深まっていくといった内容ですね。これをいろんなタイプのテストプレイヤー、それこそゲームが上手い人、ソウルシリーズとかをね、熟知してる人から全くそうではない人、このゲームに関する情報を全然知らなくて初見でプレイする方も含めていろんな方々にね、プレイしてもらって、その時のプレイ映像もね、実際に録画して提出してもらうようになってます。そこで出たレビューやフィードバックも含めてね、11月以降の開発に活かしていければなと思っております。あとは難易度調整周りですよね。僕自身どうしてもね、ゲームを難しく作ってしまう癖があるので、この辺は最大限注意してね、プレイ映像なんかも視聴したいところです。言うてもね、目指すところっていうのはちょっと難しめのゲームにするつもりではあるんですけど、これが行き過ぎてね、高難易度すぎるものになってしまったりとか、理不尽な難易度になってしまわないようにっていうところはやっぱりね、最大限注意を払っていきたいなと思っております。最近発売されたゲームでもね、難易度周りでちょっと色々非難されてたゲームがありました。ロード・オブ・ザ・フォールン。個人的にはね、ローデンって略してるんですけど、ローデンもね、ネットの評判とか見てると、ちょっとね、温度感高めのコメントなんかがすごく多くて、賛否両論というかね、評価がすげえ荒れてるゲームでした。個人的にはね、ゲームの内容自体は光るものめっちゃあったんで、すごく楽しめたんですけど、ぶっちゃけちょっと難易度に関してはやりすぎちゃってる感がありましたね。ただ最近アップデートとかもね、めちゃくちゃ密にやってるみたいですし、実際のところ本数に関してはね、めちゃくちゃ売れてるみたいなんで、個人的には続編に超期待してるゲームです。と先輩ゲームの話はね、一旦置いておいて、ここからは11月以降の予定に関してね、話していきたいと思います。現状の千罰はさっきも言った通りベーシックな戦闘、主に物理攻撃を用いた攻防周りと最低限のマップ探索、そして最低限のゲームシステム、これらを組み合わせて講談社でのねテストプレイ会を実施できるところまで作り上げたという段階にあるんですけど、ここからさらにね11月は戦闘を深掘っていくっていう作業をしようと思っています。とは言ってもね、マップ探索とかゲームシステムの部分もまだまだ足りないところだらけなので、それらと並行して戦闘の深掘りやっていくことになるんですけど、具体的にどういうことをやるのかっていうと、主に NP を軸とした戦闘の立ち回りっていうところを強化していこうと思っています。アーツを使用したりだとか、あとはアーツを被弾した時なんかに NP ゲージが削れていって、0まで削り切るとオーバーヒートっていう状態に陥ります。これは設定的にはね、許容量以上の名誉を使ってしまったことにより、もう文字通りね、オーバーヒート状態に陥ってしまうという感じなんですけど、そのオーバーヒート中の相手にね、ラスト一発、名属性の攻撃を当てると、地罰というね、大ダメージを与えることができます。これは大地震の怒りなのか、それとも単なる自然現象なのか。どちらにせよこの現象は積極的に活用していった方がいいですよね。敵キャラクターもそれは同じで、プレイヤーを倒すために様々なアーツを使ってくるように戦闘を進化させていこうと思います。ただこの MP の削り合いっていうのは主に強敵との戦闘で楽しんでもらう要素という位置づけにしようと思ってます。ボス敵だったりとか雑魚敵の中でも比較的強めのやつにフォーカスした要素という感じですね。なんですが弱めの雑魚敵でもね、一発ネタみたいなアーツは持ってていいなと思ってて、というのもソウルシリーズだったりソウルライクなんかでよく出てくるね、突撃してきて自爆する敵っていると思うんですけど、あんな感じのイメージでね、初手アーツで突撃してきて、自爆まではしないんだけど、全身全霊を込めたアーツの突撃をしてくると。初見のエリアなんかでは結構苦労しそうな攻撃ですよね。名誉を扱える総量っていうのはキャラクターごとに設定分けようと思ってるので、そういった弱い雑魚に関してはもうその突撃のアーツ一発でオーバーヒートを起こしてしまうといった具合です。なので注意深くね探索進めていて、その突撃アーツをうまくかわすことができた場合は、その後はご自由に料理してくださいっていう感じです。アーツで触りに行くもよし、それこそ弓矢なんかもいいですよね。弓もメイン属性を持つ攻撃なので、スムーズにね地罰を発生させて相手を処理することができます。こんな感じでね、弱い雑魚敵との戦闘の中でもねアーツを覚えさせておくことによって、その敵の個性をね際立たせることもできるかなと思ってますので、そういった使い方もね検討していこうと思っています。
というわけで進捗報告と11月以降の開発方針についてのお話でした。進捗に関してはね、かなりざっくりとしたことしか言えてないので、映像の方でね、新しく追加した要素なんか中心に動画作成してるはずです。気になる方はね、もう一度最初から見てみてください。というわけで今回この辺で失礼します。お疲れ様でした。